皆さん、こんにちは。こんにちは。僕たちは教師と看護師を辞めて、約2年間日本一周をした夫婦です。車中泊をしながら2年間ずっと日本一周の旅を続けてきたんですが、こんな声を聞きます。車中泊は憧れるなぁ。私たちも退職した後に日本一周したいなとか、こんなような声を聞いています。ただ、車中泊をする上で知っておかないと後悔する面、大変だという面を皆さんにお伝えしておこうと思いまして、今回動画を撮影しております。私たちは2年間車中泊旅をしてきたので、実際にいい面も悪い面もたくさん知っています。この経験を生かして皆さんにもぜひ伝えられたらいいなと思って動画を撮っています。今回は欠点を中心に皆さんにお話ししていきます。欠点は大きく8つ挙げられました。結構多いなと感じられると思うんですけど、最後までどうぞ聞いていただけると嬉しいです。それではまず1つ目です。はい。車中泊。夏は暑くて寝られない。冬は結露が大変。俳句はい、ということです。はい。これからの時期が特に車中泊大変になってくるんですが、とにかく夏が特に辛いなというふうに僕たちは思ってます。クーラーをつけてる車に限っては夏でもある程度は快適に車中泊旅ができると思いますが、私たちはクーラーを積んでいなかったのでとても大変なのが夏でした。自分たちもいろんな対策をこの2年間考えながらやってきたので、最低限は扇風機、サーキュレーターを使うとか、あと窓を開けて寝るとか、そういった方法はあるんですけど、高台に行くとかね。いろんな対策方法はあるんですけど、今回はそれはちょっと置いといて別の動画で紹介してますので、気になる方はそちらもご覧ください。ただ、そういった対策をしていたとしても、決して楽ではない。暑さってどうしても避けることができない部分ではあるので、寝苦しくて眠れなかったりとか、長期的に旅になると、それが逆に睡眠不足の原因になったりして、次の日疲れが取れてなかったりとかっていうことも実際にありました。少し調理をしただけとか、調理をしなくてもこもった熱でもうずっと暑さが続く。で換気をしてもやっぱり2人も一緒に寝てたりとか、人1人いるだけでも結構熱気っていうのが出ちゃうので、それで暑かったりっていうのが現実としてありました。だったらエンジンでクーラーつければいいんじゃないかっていう風な考えも出てくると思うんですけど、また別の問題にもつながってくると思うので、もう自分たちはまずエンジンはつけずに寝るっていう風な対策は取ってきましたけど、暑さには勝てないっていう時が何回もありましたので、そこは知っておくべきだと思います。夏は暑さだけではなくて虫問題も深刻です。実際に蚊はしょっちゅう入ってきますし、虫刺されの被害は相当ありました。特にこちらが。はい。私の方がすごい噛まれたりありました。どんだけ対策しても扉の開け閉めは必ず発生することなので、こちらは避けられないので、虫対策も合わせて行っておくと、特に女性など虫が嫌いな方にとってはそういった対策も必要だと思います。私たちの場合はなんとゴキブリも侵入したことがありまして、まさかね、車中泊生活でゴキブリの対策のゴキブリキャップ使うとは思わなかったんですけど、そういったこともありました。無事にその後多分脱出していたんだと思うんですけど、ゴキブリはいなくなりました。夏だけじゃなくてね、特にカメムシの時期なんかも車内に入ってくる可能性あるので、年間を通して虫のことは考えておく必要があると思います。続いて冬なんですが、結露問題ですね。冬、自分たちはシェードをしたりとか、カーテンを閉めたりとかして寒さをしのいではいたんですけど、寒さはそれほど正直言って、雪国に行っていないっていうのもありますので。ある程度寝具の対策したりとか、電気毛布を使ったりとか、そういった対策で眠ることはできる。北海道とか東北の地域を除いては、普通に眠ることはできます。しかも個室だからね、すぐ暖かくなるっていうような利点もあると思うんですけど、どっちかっていうと結露問題を挙げていることとしては、毎日車内と外の寒暖差が激しいので、運転するにあたって結露したまんま運転するわけにもいけませんので、もう曇りまくってるんですよ、周り。びちゃびちゃ。本当にびちゃびちゃ。シェードを外さないままっていうのもあるかもしれないけど、ちょっとでも隙間あるとそこから水が垂れてきちゃって、もう湿度が上がっちゃうので、室内のカビにつながったりっていうのが考えられます。せっかく冬は湿度が低いけど、車内はすごい湿度が高くて、カビだったりとか、寝具とかにね、ほんとカビがついちゃったりとか、そういうことも考えられます。だから冬の朝起きた後に着替えとか済ませて、全部シェードを拭いて結露を取ってっていうような作業が毎回入っていたので、それは正直私たちは嫌いでした。めんどくさいなってやっぱ思っちゃうんですよね。結露を取るために便利なグッズは一応100均とかでも売ってるので、手でできるワイパー使ってても、それでもちょっと大変だったりとかしますし、シェードを乾かしたりとか、隙間なく前アルミシートを
リメイクして使っていた時もあったんですけど、それはそれでびちょびちょになってしまうので、結露問題はどうしても避けられない問題かと思っています。続きまして電気問題です。はい。正直車中泊生活において電気はないと生活できません。ランタンとかですごく昔ながらの生活を送りたいという方もいらっしゃるかもしれませんし、できなくはないと思います。カーテンを全部開けて、街灯とかで暮らせばできるかもしれないけど、最低限電気は必要だと思います。何をするにも電気が必要ですし、携帯もね、何もかも充電が今は絶対必要ですもんね。電池よりかは充電のものも多くなってるし、ある程度これぐらいの明るさを保とうとしたら絶対電気は必要になってきます。大きなポータブル電源を私たちは1台持っていて、それで電気を賄っていました。充電方法は走行充電、ソーラー充電、あとはキャンプ場 RV パークなどで充電していました。ただそれをするにも今度はお金がかかってしまうっていうところもあって、そんな頻繁に毎日のように充電するわけにもいかないので、自分たちの場合 2048Wh の電気を使っていたにもかかわらず、やっぱり節電がかなり必要になってきました。少なくとも、電気を賄うためにポタ電が必要かなというところで、こういったポタ電があると便利だなっていうのと、これは旅を終えてから僕たちは手に入れたんですけども、オルタネーターチャージャーっていう、ただの走行充電だと 100W ずつしか充電できないのが、今は僕たちの場合は 500W、最大でも 800W 充電できるような、そういった装置も今は様々な会社で販売されているので、それを取り入れて車中泊に旅に行くと、電気問題もだいぶ解消されるんじゃないかなって思ってるところです。前も話したけど、もうこれが僕たちの旅中にあったらめっちゃ便利だったなって思うので、余裕のある方はそういったのも持っておくと便利なんじゃないかなと思います。続いてゴミ問題についてです。これは私たちもたびたび動画でも話しているんですけど、どうしても車で生活しているとゴミが溜まってきます。ある程度のゴミを減らすっていうことは大前提としてあって、処理の方法については考える必要があります。正直マナー違反でゴミ問題は上がってきてはいるんですけど、私たちも対策として動画にもまとめています。こちらをご覧いただければ、ある程度こういった風に処理すればいいんだなっていうのはわかると思いますので、参考にされてください。自分たちの場合はなかったんですけど、排水問題が車中泊では挙げられるかなと思っています。特にキャンピングカーとかで排水機能がついているところとか、短期的でしたら家で捨てることが全然可能だと思うんですけど、長期的になってくるとそれをどこで捨てるのか、キャンプ場とか結局お金を払って捨てるのかとか、ちょっとその辺も微妙だなーって、マナー違反をしている人も実際に見かけたりとかしたのもあったので、正直排水問題も微妙かなって思ってます。食器をもちろん洗えませんので、拭いて対策したりとかっていうのも出てくるけど、またそこでもゴミ問題とかいろいろ繋がってくるので、そういった対策方法をしっかり吟味した上で車中泊をしておかないと、人に迷惑をかけることになったりとか、環境問題にも繋がってきたりすると思うので、特に僕たちにとってはその辺をしっかり吟味した上で車中泊に臨んでいただきたいなと勝手に思ってます。はい。外食を増やすことが一番のゴミ問題に対しては簡単な対策ではあると思います。本当に生ゴミとかを車内でずっと持っておくことは匂いの発生にもつながるし、それこそ虫の発生にもつながったり。で、それを捨てると今度は環境に悪かったり、人に迷惑をかけたり、悪循環が生まれてしまうので、よく考えてほしいと思います。次は、少し似た話ではあるんですけど、料理のジャンルがすごく限られてしまうということです。電子レンジを積まれている方もいらっしゃるとは思いますけど、私たちは電子レンジ乗せていなかったので、基本的には炒め物、冬は鍋、あとは火を使わないでいいようなうどんにちょっとタレかけるとか、本当に限られてきます。和食がすごく食べたいって思っても、煮物料理ってすごく手間もかかるし、調味料も増えるし、っていうところでかなり限られてきます。そういったストレスは出てくると思います。焼肉とか大好きなんですけど、もちろんそういったことは自分たちはあんま匂いを残したくないので、それを気にされる方にとってもジャンルはより限られてくるかなと思います。魚釣りが好きで、その魚を調理したりとか、そういったこともしたい人もいるかもしれないですけど、そうなると車内の匂いこもったりっていうのは付随してきます。鍋でさえもめっちゃ充満するから、匂いに敏感な人とかはあんまり料理はしない方がいいと思います。この辺もね、結露にもつながってくるっていうところも実はあります。はい。続いては、この狭い空間での車中泊になりますので、ストレスとか、人によっては夫婦喧嘩とか、カップル喧嘩とかいう風にも繋がってくる可能性はあると思っています。可能性ではなくあります。はい、現実として、喧嘩しないの仲良く見えるっておっしゃっていただくんですけど、もちろん普段はすごく仲良くて、旅も楽しく
していたんですけど、暑い時とか、お互いお腹が空いてる時とか、編集で疲れた、でもなかなか疲れ取れないとか、いろんなことが積み重なって、お互いイライラする。でイライラがお互い移っちゃって、イライラして喧嘩とか、これでも人間関係の悪循環が生まれてしまうっていうのはあります。多分これはね、ご夫婦だったら皆さん気になるところだと正直僕は思いますし、いろんな人から聞かれる。喧嘩しないのって。でも、その時は必ず喧嘩はしますって答えてます。で、どうしてるのって聞かれた時は、もちろん自分の時間を確保するのが一番いいことだし、何がストレスになってるかっていうのを解決するのが一番早い。例えばもう編集で疲れてるなら一旦休むとか、暑いんだったら涼しいところで避難するとか、二人でいるのがストレスならちょっと時間を置くとか、どっかに散歩行くとかね、そんな感じぐらいかなって思ってます。これは人それぞれだとは思いますけど、そういったストレスとか疲れにもつながってくるっていうのは、特に長期的になる場合は、こういったところも知っておく必要はあるかなと思います。続いて、運動不足、健康の不調につながる。ということです。ルーティンっていうのを作ってもいいんですけど、やっぱり観光に行ったら時間のスケジュールも日によって違うし、家で生活してるような決まった流れっていうのがなかなか取りづらい環境なので難しい。あとは狭い空間での運動っていうのも難しい。かといって外で運動してると結構目立つ。そのランニングとかならいいと思います。実際に自分たちの知ってる方もランニングして運動をしたりとかされてる方もいらっしゃいましたし、ジムに通われてる方もいます。エニタイムとか全国展開しているところだとジムに行けるので、そういった対策でそういう欠点を補うってことはできると思いますが、基本的にはやっぱり外食も増える、健康の偏りが生まれる、体もガチガチになっちゃうとか、腰が痛い、いろんなところが痛む原因になります。実際に私も腰を痛めてしまったっていうのはありましたし、運動不足で太っちゃったりとか、かといって節約のために食べないようにしようって思ったら痩せちゃったりとか、本当結構私たちも病気になるってことはそんなにはなかったですけど、やっぱ熱が出たりとかっていうのは2回ぐらいはあったりもしたので、体調、健康の面では欠点が出てきます。次、7個目ですが、荷物を増やせないという問題があります。逆を取れば荷物を増やさないという良さにもつながってくるとは思うんですが、この限られたスペースの中で必要なものをとにかく厳選して、旅行しながらだとやっぱ買いたくなるものも出てくるんですよ。それは困った。短期的ならそこは問題ないと思いますが、これ買いたいけど物を増やせないしなって、荷物がある程度限られてくる。僕たちの場合はハイエースですけど、これが軽だったりとかになると、よりそういった問題は出てくるのかなと思ってます。買ったものを実家の方に郵送してとかっていう対策はできるんですけど、基本的にはもう物をたくさん増やせないので、ストックとかもどんどん買わないようにしていましたし、明るいとかも小さなものを買うとか、日常的に使えるものっていうところで厳選して買ったりしていました。最後の欠点です。雨の日が大変というところです。はい。これはもう皆さん想像もつくと思いますけど。雨の日はもちろん湿度も高くなるので暑くもなるし、特に何が嫌かって毎回濡れる。トイレに行くのに濡れるのがやっぱりすごくストレスだったのがあります。昼間はお店に行ったりとか、雨でも観光できるスポットに行くので、そんなに問題ないんですけど、夜は雨に打たれながらトイレに行ったりとか、歯磨きしに行ったりとか、お風呂に行くのにも走っていて、結局帰って濡れる。傘使ってもいいけど、結局傘をまた戻す時に濡れるとか、常に濡れる状況が発生してしまうっていうところが、でも大変だったなと感じました。これが夏の雨だと余計大変で、窓を開けたいけど、大雨だったり横雨だったら入ってくるので、そんなに開けられない。そして暑い。もうどうしようっていう風になっちゃうんで。そうね。梅雨時期とかは避けて車中泊するのが良いのかなと思います。あとは、マナー違反にもつながるんですけど、雨降ってる時は、身体障害者、屋根付きのところに止めてる人も結構見かけました。道の駅を利用することも多かったので、絶対にこの方は身体障害者ではない、妊婦さんでもないだろうっていう方が普通に止めていたりとか、車中泊をされてるのではっていうような方も本当に見かけましたので、そういったことはやめていただきたいです。以上、8つの欠点をお話ししてきました。こんな欠点ばっかりだったら車中泊できないじゃんって思われる方もいらっしゃるかと思いますが、話をしながら途中で対策はこうです、ああですとかいうのも織り交ぜて話をしてきました。対策をすれば全然できることなので、そういう欠点もある。じゃあどういう対策をしようっていうのを考えた上で車中泊旅をしてほしいです。ここからは少しは利点もお話ししておこうと思います。
はい。まず一つ目の利点は、もう車中泊ですので、場所を選ばないというところです。どこにでも行けるし、どこにでも寝れるっていうのは車中泊のメリットです。キャンプ場とか RV パークはもちろんなんですけど、道の駅を僕たちは利用させていただくことが多かったです。ある方たちが発信してくださっていて、自分たちも気になっていたのですごくありがたい情報だったんですが、国土交通省の見解では、連泊キャンプ利用のような宿泊目的で利用することはダメですけど、休憩とか夜から朝までの仮眠としての利用は OK っていう風に発信してくださってる方がいらっしゃったので、道の駅の利用だいぶグレーだと思ってたけど、そこは少し安心したところです。利用させていただいている代わりに、道の駅でお買い物したりとか、そこにお金を落としていくようなやり方っていうのは必要だと思いますし、自分たちもそういったやり方で、道の駅で買ったものをその場で食べたりとかさせていただいていました。次に、時間に縛られないということです。ホテル泊だったりすると、チェックインの時間だったりとか気にすると思うんですけど、車中泊だったら、ちゃんと場所を確保できれば、旅先である程度観光してから遅くなっても車中泊できるっていう風なことになるので、そういった心配はないかなと思ってます。次に、非日常感を味わえるということです。場所を選ばないっていうところにもつながってくると思うんですけど、すごく景色のいい場所に前日入りして、そこで車中泊して朝海を見ながらとか素敵な景色を見ながらっていったところもやってみて超良かったので、そういった感動を味わえることもあるし、そういったのってね、普段できないと思いますので、車中泊の利点として大きく挙げられるかなと思います。最後は宿泊費の節約につながるというところです。ホテル泊ではなく車中泊ですので、もちろんガソリン代とかはかかりますけど、ホテルを予約してなかったとしても、とりあえず寝るだけで良ければ車中泊で済むっていうところも利点として挙げられるかなと思います。宿泊費を抑えたい方にとってはもう確実におすすめできるのが車中泊です。それではまとめです。今回欠点を中心にお話しさせていただいたんですが、僕たちとしては車中泊をおすすめしないというわけではありません。車中泊のおかげでこの楽しい2年間を送れたので、今回お伝えしたいのはある程度しっかり対策をして臨むべきことだということをお伝えしたいです。もちろん車によってキャンピングカーだったらまた別の欠点が出てくるとは思うんですけど、私たちはこのハイエースで DIY で車中泊しようにした車での生活の話です。僕たちみたいに長期的な旅をする方もなかなか難しい方もいっぱいいらっしゃると思いますし、実際に視聴者さんとかのお声を聞くと短期的に10日間で行ってきますとか1週間で行ってきます、2泊3日で行ってきますっていうような話も聞くので、基本的には家に住んでいてたまに車中泊に出かけるっていう方法が一番楽しめる方法なんではないかなとは思っているところです。私たちは九州に住んでて九州からなかなか出られない状況で、その休みも長期的に取れるような状況じゃなかったので、もう仕事を辞めて日本一周思い切って2年間やろうっていうのを決めて出たわけなんですけど、日本一周を終えてもやっぱ行ききれなかったところとか、もう一回行きたいところっていうのはたくさんありまして、そうなるとやっぱ家で生活してて車中泊旅にちょっと1泊2日で行こうとか、そういったの楽しみ方を逆に今はすごくしたいっていう気持ちで高まっています。ホテルっていうよりかは車中泊で出かけると本当に幅が広がるし、その場所のグルメとかも買ってきやすかったりするので、これからも車中泊旅は続けていきたいです。つい最近もね車中泊行ったけどすごく楽しかったので、そうまた行きたいのです車中泊するにあたって少なくとも小田電は必要かなとやっぱり思ってます。人によって用途は違うと思うので容量は置いといて、小田電があれば車中泊時でも電気に困らないですし、車用に持っとけば最悪災害時にもポタ電って使うことができるので、持っておくに越したことはないのかなと思っています。とにかく旅の楽しみ方の一つとして車中泊自体はすごく素晴らしいことだと思っています。車中泊を楽しめるような施設とかもたくさん増えてきていますし、これからもぜひそういった環境が続いていってほしいなと思いますので、こういった現状も皆さんには知っていただいて、もう自分たちも含めてみんなでマナーを守っていきながら車中泊旅を楽しんでいけたらいいなと思っています。実際に2年間も旅をしてきて私たちが感じたことなので、参考にしてもらえるとありがたいです。それでは今回の動画はここまでです。今回の動画が参考になったよっていう方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。よろしくお願いします。間違えてなかった。せーの。よろしく大きく上げられるかなと思います。あと車中泊してると荷物あとちょっとなのに噛みすぎよちょ言って。